この番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りします。New Life Sharp。夢を超えた CD プレイヤーツインカムダブルでオートリバースハイパワー 15W スターの音だ。シャープツインカムダブル CD 10CD もデビュー。おはようございます。小倉智昭です。すがすがしい季節のすがすがしい朝、皆さんいかがお過ごしですか。すがすがしくこのパソコンサンデーをお楽しみいただきたいと思いますが、今週はどんな取材ですか。はい、おはようございます。高倉涼子です。私もますます気合を入れてすがすがしくやっていきたいと思います。今日はですね、手助けをしてくれるパソコンということでいくつか取材をしております。どうぞお楽しみに。そしてですね、後半には16ビット X68000 のベーシックはどうなっているのかという大変興味深い内容でお送りしたいと思います。その前にまずはこちらをどうぞ。東京は池袋にありますサンシャインに来ております。今日はこちらで CAI& ニューメディアショーが行われているということで、コンピューターエディットインストラクション CAI どんなソフトがあるのかちょっと見てみたいと思います。こちらがシャープのブースです。実際に全国の小中学校で使われている、ご覧ください、オレンジ色のところで、作られたソフトを実際に展示してあるんです。で、私もやってみたいと思います。これがいいですね。小学校4年の理科豆電球と乾電池です。それでは実験の準備をしましょうというところで、これの面白さは実際にこういうものを、触りながらできるというとこですね。こう材料が揃っているかどうかで出ますので、どんどん進んでいきたいと思います。どうなるでしょう。1、明かりがつく。2、ついたり消えたりする。3、明かりはつかない。つかないですね。じゃん、つきません。明かりはつかなかった。はい、「い」のようにつないだ時というふうになってますので、「い」のようにというのはこういうことです。はい、あと「い」の違いがちゃんと図で説明してありますので大変わかりやすいです。というわけで、これは大変面白いのは、実際にこういう道具を使いながら、なおかつコンピューターで確かめながらできるというふうに思います。他にもありますので、私も、どんどんやってみたいと思います。こちらに展示しているソフトはオーサリングシステムというものを使ってプログラミングされているんです。先生だけでなくて小学生も、プログラミングしてるんですよね。で、それがこちらなんですけども、クラブ活動でオーサリングシステムを使い、高松の観光案内を作りましたというところで、すっごくよくできているんですよね。小学生なんですよね。なかなかでも考えてますね。これは自由にいろいろ切り抜いて使えるんで、こういうのを前もってたくさん準備しといて、あとは先生が使いたいところで使っていくと、そういうふうな形をとってます。写真と違って絵がだんだん順番に出てきますんで、それが面白いと思う。子どもたちは今度は何が出てくるのかなっていうことでワクワクして見てるという。引きつけられる部分ってありますね。今の VTR の取材のように、教育に役立ち、そして先生の手助けをするパソコン、考えてみますと、パソコンっていうのは何かにつけ人間の手助けをしてくれるわけですよね。例えば人間の機能ですとか、それから人間のやる技術、そういったことに関して手助けをしてくれるんじゃないかと思いますが、その辺のことについてドクターにちょっとお話をしていただきたいと思います。はい、こんにちは。ドクターパソコン宮永です。CAI コンピューターエイディットでしてね、コンピューターが手助けをするシステム、支援するシステムでして、コンピューターが主人公になるわけじゃないわけですね。で、このハードやソフトが進歩いたしましてもね、やっぱり最終的にはね、これを
どのように、その手助けシステムですからね、役立てるか、どういう目的に適合させるか、これはあくまであなたの方にかかるわけでしてね、それが一番大事な点じゃないかと思います。使う技術ということになりますとね、このパソコンサンデーをご覧になってる皆さんはもちろん大丈夫だと思うんですが、涼子ちゃんは取材してどうだったですか？はい、楽しくなければ学校じゃないなんて感じでね、どんどん新しいものが導入されて変わっていくのかななんて思いました。授業が堅苦しいだけではなくて、ちょっとこの遊びの感覚を入れると楽しく進んでいくと思いますし、その方が逆に記憶に残りやすいんじゃないでしょうか。そうなんですよね。パソコンを使って勉強するとそれだけ面白いとも思うし、これからですね、ちょっと面白いソフトをご紹介しようと思うんですが、ゲーム感覚で楽しみながら勉強もできるということになれば、ゲームの山下明君です。はい、おかげさまでですね、この間発売しましたこの山下明のレスキュー AVG&RPG も大好評でして、もうすでに大増刷が決定しているという山下明です。僕はでもね、いつもこんな軽いノリで挨拶してますけど、本当はすごい真面目なんですよ。誤解しないでください。っていうのはゲームっていうのもね、やっぱり教育の一環なんじゃないかなって少し思ってるわけでして、人生のシミュレーションなんかがね、豊富な経験をもとにして随所に盛り込まれてますからね。っていうわけでですね、今週はその教育っぽいソフトをご紹介しようと思うんですが、それがこちらのワールドイングス169っていうゲームでしてね、これは日本の国外に持ち去られた IC カードを取り戻すために169カ国を大冒険するっていうアドベンチャーゲームなんですが、とりあえずちょっとやってみたいと思います。まずゲームはこんな風に日本から始まるわけなんですけど、とりあえずじゃあどっかの国に移動してみたいと思いますけど、じゃあ涼子さんどっか行ってみたい国なんかありますか？フランスなんてありますか？フランスですか？じゃあ行ってみたいと思いますが、とりあえずじゃあ移動を選びますけど、飛行機じゃないと当然行けないんで飛行機を使います。ところがですね、ここにフランスっていう国名がないんですね。これはなぜかっていうと、このゲームの中では日本からフランスへの直通便っていうのがないんで、一回フランスに行くためにはヨーロッパにある国、例えばイギリスへ移動しなきゃいけないわけです。でこんな風に移動しますと、その国の国家がね、こんな綺麗な FM 音源で推送されまして、でその他にもこういう面積とか人口とか住民とかがね、日本のデータと比較しながら出てきますからね、結構これでもう勉強になってしまうんですが、じゃあフランスに行くためにはもう一回移動します。で今度はじゃあ飛行機使わないで行きましょう。で船で、フランスに行きます。はい、でこれでフランスの国歌が流れてフランスに着くわけなんですが、で他にもですね、例えば調査なんていうのを選びますと、こんな風に名所がいくつか出てきましてね、でその名所の紹介までもいろいろとしてくれるという、なかなか世界旅行をしたい人にはね、すごいいいんじゃないかと思いますし、地理の勉強にも非常に役立つソフトだと思います。パソコンでゲームばっかりやるんじゃありませんっていうお父さんお母さん多いでしょ。今の山下君の言葉を聞いていただけました？古来からですね、よく遊びよく学べね、そういう言い方をしましたね。で遊びながら覚えたことというのはずっと覚えてるものなんです。私なんかもよく覚えてます。で私はかつてその神童と言われました。ですからその時代にですね、ソフトとかこういったパソコンがあればいまだかつて神童と言われたんじゃないかなと。それも残念でならないですけどね。はい、手助けをするパソコンということで、もう一つ取材しています。どうぞご覧ください。東京大田区にありますナムコの本社にお邪魔しています。ナムコといえばパックマンやゼビウスなどのゲームソフトで知られているんですけれども、今回はハンディキャップのある方の手助けをするというソフトを開発なさったということで、お話をお伺いしたいと思います。いらっしゃいませ。こちらが受付になっております。という具合に受付もロボットなんですね。お取りください。はい。ご訪問先をタッチしてください。あ、これで触れればいいようになってます。今回このソフトを開発なさった動機というのを教えていただきたいんですが。はい、もともとこのソフトっていうのは大阪にあります大阪府立身体障害者福祉センターの川上先生って方いらっしゃるんですが、この方がワープロですとかゲームそういったものを今まで普通のキーボードですとたくさんキーがありますので、
これを体の不自由な方でも重度の方はなかなか使いこなせない、それをなんとかこの一つのスイッチでもって操作できるように、ソフトを開発したいということでソフトをある程度開発されたんです。メーカーサイトで勝手に作ってしまうとどうしてもよくわからないところがあったりして不完全なものができてしまうんですが、このディスクにはこちらの画面にありますように日本語ワープロと音声付きカナタイプがあります、これでどちらかのソフトを選ぶわけなんですが、これ手が動いていますけれど、この手のマークがこのソフトの一つの特徴なんですが、これが動くことによって非常にどのソフトを選ぶかというこのボタンを押すタイミングが取りやすくなるわけなんです。わかりやすいわけですね。はい、日本語ワープロを選んでいます。はい。手の動きもかなりゆっくりですね。この手の動きの速さも調整することができますので、はい、このように文字盤が出るんですけれども、スタートしますとまたこのハンドマークが左から右に動いていきます。はい、例えば赤というのを、選んでいます。まず青を選びます。この縦に動くんですが、そうですね。はい。最初は横の動きで次に縦の動きですね。はい、そうですね。一つの操作で全部できてしまうっていうのは、そうですね。そこに大きな特徴がありますね。そうですね。はい。そうすると画面の右にこのように赤ということで、いろいろ選択できるようにいろいろ出るわけなんですが、これで色の赤を選ぶとするとここで選択しますと画面のこの左側のところに赤というふうに表示されます。ありましたね。はい。ハンディキャップのある方のためのこの機械を作るときに一番ちょっと問題となるのが、センサーの部分なわけですね。いろんな障害のある方いらっしゃいまして、その辺でセンサーどういう種類を用意したらいいかっていうのが非常に問題になるわけなんですが、これは普通の、工場なんかでも時たま使われておりますフットスイッチなんかにも使われていますけども、非常に丈夫なスイッチです。これでしたら例えこうドンと叩いたところで平気なわけですね。でこれは折り曲げスイッチと言いますけれども、曲げると入るスイッチなんです。ですから肘にこうつけといてこう曲げるですとか、テーブルの端っこにつけといて手を動かして入力する、こういったようなスイッチです。でこちらにあるのは黒くて小さいんですが、これはほとんど触れるだけで入力することができると。これはプリンター接続しますとこのワープロで作った文章を印刷して出すことができますから、手紙、それから日記なんかも書けますし、そうですね。それからもう一つあります音声付きカナタイプというソフトですと、これは声が出ますので、声が出てくるんですね。今まで声の、不自由な方っていうのは筆談はできても電話とかはちょっと使えなかったと思うんですが、あらかじめ文章を作っておいて、それで受話器をそばへ持ってきて発声させれば自分の思ってることを声で相手に伝えることもできるようになるわけですね。一つのコミュニケーションの道具というふうに言えると思いますね。やはりこれからはゲームを含めましてね、こういった人を手助けするソフトっていうのがどんどん登場してこなければいけないし、登場するんだろうと、そういう気もいたしますけどもね。さてお知らせの後は X68000 の X ベーシックに迫ってみたいと思います。そして高橋さんに詳しく X ベーシックの解説をしてもらいたいと思います。New Business Sharp。言葉だけでは尽くせない気持ちがある。ユニークなイラストやデザインパターン、組み合わせ自由。こんなハガキなら楽しいでしょうね。ねえ先生。いやー、全くです。ここまでくればパーソナル。シャープのワープロ。New Business Sharp。鮮やかでなければ心に伝わらない。くっきり取れる電子自動録音。それにとっても丈夫。知ってました先生？今知った。ここまでくればパーソナル。シャープの複写機。さて X68000 のベーシックはこれまでにも何回かこの番組で出てまいりました。ただ今日はですね、具体的に命令語の機能やですね、それからプログラミングの方法を皆さんにお教えしていきたいと思いますが、もちろん私が教えるわけではありません。パソコン評論家高橋雄一さんです。
こんにちは、高橋一です。そんなわけで僕が、この X68000 のベーシックを解説していきたいと思います。まずこの X68000 のベーシックはですね X ベーシックなんて呼ばれてるんですが、この X ベーシック、このベーシックのマニュアルのですね予約語というページを見ていただくと分かる通り、もう従来の MZ とかですね X1 のベーシックとは随分様子が違います。もう新しい予約語もどんどん入ってきてまして、また逆に従来からなくなったような予約語も結構たくさんあります。でこのX68000 の X ベーシックなんですが、従来のベーシックのですね、弱点と言われるようなところを補いながら、新たな C 言語的な、これから C 言語っていうのは流行ってきますけれども、この C 言語的なところを十分取り入れた変わったベーシックなんです。ちょっとやっぱり待っていただきたいと思いますがね、 C 言語 C 言語とこの番組でも何回か C 言語っていうのは出てくるんですが、実際にその C 言語のどこがいいのか長所なのか、その辺はちょっとドクターに解説をしていただきたいと思います。はい、そうですね。 C 言語とは何かって、これ一口に言われると非常に難しいんですけどね、ここにちょっとこういう箇条書きすればこういうことになるということなんですが、もっと簡単に、C 言語は一体何だと言われますとね、機械語に近く基礎的な言語でありながら、書くときには機械語より優しく、走らせる時には機械語に近いスピードで走ると。しかも各機種の上で共通性がありですね、リカーシブなんて言ってますけどね、日本語に翻訳しても分かりにくいかもしれませんが、再帰的用法なんて言ってますけども、プログラムの中で自分のプログラム全部を呼ぶことができると。こういった機能を持っておりますし、コードテクニックなんですけれどね、こういうものに興味を持たれて今後の言語であろうかとも言われてますので、勉強してみようかなっていう方はですね、今いろんな機種の上で走る C がずんずん発売されております。例えば私どものここに X1 シリーズ X1 ターボ用の C、それからMZ 用にももちろんございますしね、他社用のものもありますし、それから本もね最近どんどん出てきておりましてね、これはごく最近出た本なんですけども、一つだけ具体的に紹介しておきます。学習 BDSC という、題名ですけど、これはちょうどね私どものこのX1 用の C と同じ、言語 C にもいろいろちょっと種類がありましてね、方言のようなものがございまして BDSC なんて呼ばれてるんですが、それの内容をコンパクトにまとめた本です。一応ご推薦しておきます。そんなことなんです。いよいよ分かりにくい世界に入ってきましたけどもね、高橋さん困ったもんだ。はい、そしてこの X68000 のベーシックは今ドクターがおっしゃった C 言語、この中の話出てきましたけど、ローカル変数、再帰、この2つはですねきちんと取り入れられてるんです。でまず再帰の方、失礼しました。まずローカル変数の方からちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらです。このプログラムはですね、走らせてみれば何のことない単にこの九九をね表示させるというプログラムなんですけれども、このプログラムの中で4NEXT で組んでるんですね。ループを縦横ね、そしてディスプレイっていう、これは新しい関数でステートメントのように使ってますけれど、これを呼び出してます。でこれは前にも紹介したんですけれども、このディスプレイっていう処理の中がちょっと変わってるんですね。まずここで A っていうこのパラメータ、B っていうパラメータ、これが整数型だ、つまりこっちでいう X と Y に対応するんですけど、これが整数型だっていうふうに対応してまして、それでこの A と B は下の方にも出てきます。でそれとは全く別に X と Y っていうのを、宣言してます。int っていうのはこの整数型の命令を宣言するものなんですが、そして X、つまり X 座標なんですけれども、これが A、つまりここで示されたものの、5倍、そして Y、 それがこの B で示されたこのパラメータですね、こっちで言えばこれですけど、それの3倍っていうふうにしまして、それでローケートを実行してプリントすると、そしてリターンすると、こんなふうになってるんですが、ここで XY っていう変数が使われているにもかかわらず、つまりこれでもっていろんな変なデータが、変なって言ったらおかしいですけど、座標のデータがセットされてしまうにもかかわらず、このループがちゃんと実行継続できるんですね。なぜかっていうと、ここで実行してる X や Y とここで使ってる X や Y とは全く別の変数だということなんです。これがローカル変数っていう考え方でして、それでこういうサブルーチンっていうのはたくさん作っておくと非常に役に立つんですけれど、そういう時に従来のこの、帯域変数と言うんですけれども、これのメインルーチンの方の変数と重なり合ったりしないように、その辺のところを配慮しながら大きなプログラムが作れるようになるっていう特徴があるんです。それからもう一つ再帰の方なんですけれども、こちらはですねこんなようなプログラムを用意しました。これちょっとランさせてみたいと思うんですが、これは
5だったら120とかですね、3だったら6とか、これはびっくりマーク電卓にありますけれど、階乗ですね、これを計算するプログラムなんです。でこのプログラムリストは、こんなふうになってまして、簡単です。フロートっていうのは実数という意味なんですけれど、それで宣言しまして、でデータを入力して、そしてファクトというのを呼び出して、そのリターン値でもってプリントすると。でメインルーチンはこれだけ簡単なんです。でこの処理ルーチンの方がちょっと大変なんですね。このファクトっていうこれですけれども、このファクトっていうのはパラメーターが実数だっていうふうに言ってるんですね。 DT っていうのが実数だ。でこの DT が0だったらば1ですよと。リターンの中にこうカッコでくくるとリターン値、つまり、ここで表示させる、これだったらプリントですね、表示させるデータが返せるんですけれど、それが1ですよと。ただでもこういうふうにやれば1って返ってくるんですけれど、でもこういうふうに使うだけじゃなくて、実はその次にリターン、その中でファクトカッコ DT-1 シャープカッコかける DT っていうふうにありまして、もしこれが10っていうふうにして呼ばれると DT が10になりますが、その時にここが9になるんですね。 DT から1引けば9ですから。で9っていうのを求めて、それの DT ですから10倍、つまり10っていうのが来たらば9の階乗の10倍ですよと。で9ってもしあったら、8の階乗の9倍ですよ。ずーっといって0になったら1が返すというわけで、それが実はこれだったんです。つまり自分自身のファクトというルーチンの中で、またこのファクトを呼び出すと。それでもって自分自身何回も呼び出していって、最後からまた何回もリターンして戻ってくると。それでもってここの初めて、ファクトという全体の結果が出るというふうな、これはちょっと、かなり難しい概念なんですが、こういうのもできるようになってます。今から6年前、僕がパソコンサンデーの初めて司会をやった頃、エラーマンと言われてましてね、当時高橋さんはこの番組を見てパソコンを覚えたというね、なんというかas time go byというか、時の過ぎゆくままに嫌になってしまいますが、これからもパソコンサンデーはどんどんこういう難しい解説を取り入れていこうと思います。そして私のようにですね、なるべく早くその役に立つ自分の願っているようなプログラムを作ってくれる素晴らしいプログラマーが育ってほしいと。決して自分が素晴らしいプログラマーになりたいと思っておりません。プログラマーの皆さんよろしくお願いいたします。さてそれでは続いて見たい知りたいこのテクニック、誰もが待ってるこの時間、ユーイチ&アキラのパソコンこれがテクニックだ。はい、今週はですね、電波新聞社より発売されています X1 用のバーニンラバー、このゲームのマル秘テクニックをいくつかご紹介したいと思います。で実はですね、このゲームにはスペシャルボーナスっていうのがありまして、普通は敵の車をどんどん破壊しながら進んでいくゲームですからね、ついどんどん破壊しちゃうわけなんですけど、ところがですね、これがこんな感じで、1台も破壊せずにゴールしますと、見事に5万点ものスペシャルボーナスが入ってくれるんです。でこのゲームでは5万点っていうのはかなり破格の点数ですからね、最初のうちの簡単な面ではぜひこのテクニックを何度も使っていただきたいと思いますが、それからですね、実はもう一つ隠しコマンドっていうのがこのゲームにありまして、これはちょっとね複数のキーを使いますんでね、よく覚えていただきたいと思うんですが、ゲームが始まってからですね、すぐにコントロールとシフトとグラフとブレークの4つのキーを同時に押します。そうするとマイカーのところに注目していただきたいんですが、こんな風にどんどん増えていってくれるんですね。でこのテクニックは何度でも使えますんで、これさえあればほぼ最終面までどなたでもいけると思いますんで、皆さんもやってみてください。はい、そして僕からのテクニックは MZ2500 のラムディスクを初期化しないっていうテクニックです。MZ2500 はですね EMM っていうこういうファイルが使えるんですけれども、これはベーシックを起動した時にクリアされちゃうんですね。ところが dev.i ダラー1コロンダブルコーテーションカンマ&H18F カンマ A ダラーカンマ B ダラーとしまして、ミッドダラーカッコ A ダラーカンマ33カンマ1イコール、キャラクターダラーの、&HCQ そして、dev.o ダラーの1コロンの、&H18F の A ダラー、カンマ B ダラーと。こんな風にすると、ラムディスクを初期化せずにベーシックを起動することができるんで、皆さんやってみてください。いつも役に立つマル秘テクニックでしたけどもね、番組の最後はお楽しみソフトプレゼントです。はい、今週は今日ご紹介しました世界見聞録ワールドイングス169を5名の方にプレゼントいたします。
はい、先ほどご紹介した以外のね機能っていうのをちょっとご紹介しますと、通信っていうコマンドがありましてね、これを選びますとこんな風にパソコンが出てきて、通信していろいろな情報が得られると。でこれを元にして、IC カードを奪ってったやつがねどこにいるのかっていうのを探すっていうことなんですが、この IC カードを奪回するとね、世界地理文化のオーソリティになるってパッケージにも書いてありますんでね、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。応募要領はこちらです。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、それからプレゼント名。今日は、X1 ターボの機種を必ずお書き添えの上、どしどしご応募ください。番組に対するご意見、ご希望、それからご質問なども書いてくださいね。ターボ Z なのかターボ2なのか、その辺をよく書いてくださいね。さあそれではキーワードです。とこの数字を忘れずに必ず書いてプレゼントを応募していただきたいと思いますが、今日も盛りだくさんの内容でお送りしてまいりましたパソコンサンデー、X6万8000のね、X ベーシック、ちょっと難しい話も出てまいりました。前半では教育分野やハンディキャップの克服にパソコンが大変役に立ってるという話なども出てまいりましてね、ああいう話を聞きますと私なども何か社会の役に立ちたいなと殊勝な気持ちになってしまいますが、当番組はドクターも高橋さんも山下さんもね、もちろん役に立ってる。陽子ちゃんも取材行ってますね。私はなんかたまに面白い冗談言うぐらいしか役に立ってないんじゃないかなと思います。来週はやって楽しいパソコン通信ね、奥さん方もやってるそうですが、これを特集してお送りしたいと思います。それではまた来週ごきげんよう。さよなら。番組に対するご意見やご感想をお寄せください。レギュラー陣も皆さんのお便りや質問をお待ちしています。New Life Sharp。今黄金のマスクがよみがえるパーソナルワークステーション X6 万8000、高解像度の自然色 CPU6 万8000の広大なアドレス空間、さまざまな音をそっくりデジタル記録、黄金のグラフィックスを持ったシャープ X6 万8000。 New Life Sharp。マスター、電話借りるぜ。俺の電話にきっとメッセージが入ってるはずなんだ。正雄さん、お見合いの件で明日お父様に連絡してくださいね。お母様。シャープ伝言留守番電話。この番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りしました。